次にどのエリアに注目すべきかという内容でございます。まだ相対的に割安感が残っております。品川の再開発という影響をある程度受けることができるエリアとなります。北側から順番に狙い目となる物件を5棟紹介します。こんにちは、東京不動産大学の稲垣義久です。今回のテーマは品川区の今後の注目エリアとなります。品川区は私がメインとするエリアの一つでございます。品川区の中でも大規模マンションが供給されるエリアとして人気が高い大崎、五反田や大井町についてはすでにこのチャンネルでも取り上げました。その動画経由で個別相談をいただいた際に多く質問があったのが、次にどのエリアに注目すべきかという内容でございます。そのため今回の動画では私が注目している品川区でまだ穴場感のあるエリアについて整理して解説させていただきます。この動画をご視聴いただくことで物件購入時のエリア選定のヒントが得られます。エリアを代表する具体的な物件についても触れますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは品川区の相場上昇の流れをざっくり整理するところから始めます。品川区の相場上昇は大型タワーマンションの供給が集中したエリアから順に波及していきました。代表的なエリアとしましては大崎、五反田や大井町、武蔵小山が挙げられます。大崎、五反田は職住近接の理想的な都市構造の形成による人口流入で価値が高まりました。大崎ウエストシティタワーズやパークタワーグランスカイをはじめ両駅徒歩圏内に10棟以上の大規模タワーマンションが存在しております。大崎五反田エリアの全体的なざっくり相場感で申し上げますと、ルサンク大崎ウィズタワーで坪単価が800万円程度、パークシティ大崎ザタワーで坪単価が950万円程度ぐらいのレンジでございます。また大崎にはウエストレジデンス大崎やブリリアタワー大崎といった定期借家の物件も存在しております。こちらは坪単価400万から500万円程度で買えるというのも特徴でございます。またシティタワー大崎ステーションフロントという物件については所有権と普通借地権の混合となっておりまして、若干坪単価としては抑えめです。具体的に言うと坪単価800万円程度で買えます。こちらは当然普通借地権でございますので永続的に住むことができます。なので所有権と同等の権利として購入されるのは非常におすすめでございます。大井町は交通利便性の高さと大井町トラックスの再開発により爆発的に価格を伸ばしたエリアでございます。広域品川県のうちの一駅というのも注目度を集めた要因でございます。大井町の代表的なタワーマンションといえばシティタワー大井町、クレビアタワー大井町ザレジデンス、ブリリア大井町ラビアンタワーの3棟となっております。3棟の相場感としましてはざっくり坪単価900万円前後となっております。武蔵小山は駅前大規模再開発によって大きな価格上昇を見せたエリアでございます。昔ながらの商店街と再開発による利便性の高い商業施設が見事に融合しております。代表的なマンションはパークシティ武蔵小山ザタワーとシティタワー武蔵小山でございます。この2棟の相場感としましては坪単価900万円前後となっております。ちなみに武蔵小山では今後もパルム商店街につながるタワーマンションやパルム商店街を挟む形で建築されるツインタワーの計画が控えております。大崎、五反田、大井町についてはこちらの動画で詳しく解説しておりますので、ご興味のある方は合わせてチェックしてください。不動産市場ではトップ層のエリアが価格上昇を見せると追いつくように近隣エリアが伸びるフェーズが訪れます。品川区が今まさにそのフェーズにあるということが言えます。現在不動産市場に漂う先行き不透明さもある種の後押しになると予想しております。先行き不透明な局面では購入検討者のグロスに対する意識が強くなります。グロスを抑えようとすると自然と郊外方面に目を向きますが、通勤や生活面のバランスから郊外まで出られない方も多いです。そういった方々の都心周辺の穴場を探す動きと物件上昇の傾向が噛み合って近隣エリアへの期待値はより高まります。品川区において私が注目しているのが天王洲アイルから大森海岸までの南北に広がる一帯でございます。住所でいうと東品川、南品川、東大井、南大井、勝島が該当します。徐々に価値が認識されつつエリアでもありますが、まだ相対的に割安感が残っております。次のパートでは先ほど挙げた注目エリアに立つ具体的な物件についてお伝えさせていただきます。北側から順番に狙い目となる物件を5棟紹介します。まずはラグナタワー。こちらは東品川アドレスの物件でございます。現在の坪単価は売り出しで580万円程度となります。東品川アドレスの物件群の中でも相対的に抑えめの相場感でございます。東品川アドレスでもう1件ご紹介したい物件がプライムパークス品川シーサイズタワーです。先日公開した2026年後半版今すぐ買うべきマンションという動画でも取り上げました。すでに大きく価格上昇を見せた物件ではありますが、今後の価格維持上昇も十分期待できると考えております。
品川シーサイド駅とデッキで直結、2019年築と築浅、総戸数は817戸の大規模と非常に優れた条件が揃っております。現在の売り出しの坪単価は約650万円となります。次にご紹介するのは昨年から推していたシティタワー品川パークフロントです。こちらは南大井アドレスとなっております。2026年の初めは坪単価550万円ほどでしたが、現在は坪単価600万円程度まで値上がりしております。こちらのシティタワー品川パークフロントは JR 大森駅は徒歩10分となっております。JR 大森駅の周辺のタワーマンション、例えばパークタワー大森という新築の物件については坪単価は800万円程度まで上昇しております。それを鑑みるとシティタワー品川パークフロントはまだまだ価格のアップサイドがあるというふうに考えられます。パークフロントという名前の通り、目の前には公園があり、眺望が抜けていて居住快適性が非常に高い物件でございます。私が大本命だと思っている物件が勝島アドレスに立つブランズシティ品川勝島とオーベルグランディオ品川勝島となります。勝島はまだ上がる余地が十分ございます。ブランズシティ品川勝島は2015年築、総戸数356戸の物件です。オーベルグランディオ品川勝島は2017年築、総戸数は452戸の物件でございます。いずれも築浅かつ大規模ブランドマンションということで条件に申し分ございません。それでいて両物件とも坪単価としては500万円前後で狙うことができます。さらに大きな間取りが多いのもポイントでございます。3LDK が1億円前後で購入できるので、グロスの視点から考えても今後需要がより高まると考えられます。この物件も2026年後半版今すぐ買うべきマンションで取り上げたので、気になる方はぜひご視聴いただければと思います。天王洲アイルから大森海岸までの一帯には他にもいい物件が多く眠っております。ご希望条件に合わせた物件の提案も可能ですので、気になる方は LINE から個別相談いただければと思います。こちらのエリアの総括としましては、品川の再開発という影響をある程度受けることができるエリアとなります。品川駅の再開発については、高輪ゲートウェイシティが本年本格開業しました。今後訪れるイベントとしましては、2029年トヨタの本社が移転してまいります。それに伴いまして、同ビルに最上位ホテルブランドが入るということが予定されております。2030年代に入りますと、南北線の品川への延伸が行われ、リニア中央新幹線が開通することになります。そして北品川のエリアに品川浦再開発が完成いたします。その品川エリアの発展をもろに享受することができるエリアということが言えます。勝島は特に現在坪単価でいうと450万円程度の物件すらあります。なので今買っておくことによって今後のアップサイドの期待というのは品川の発展とともに受けることができると考えられます。物件選定の参考にしていただくために、先ほど挙げたマンションを対象にこの動画の公開直前に売り出されている物件の中から特におすすめの住戸をピックアップし、図面集としてまとめました。この図面集は LINE にて期間限定で配布しますので、ご希望の方は概要欄にある URL もしくはこちらの QR コードから LINE を追加いただき、品川注目エリアとメッセージをお願いいたします。いつも非常に多くの方から特典を受け取っていただいておりますが、配布は期間限定となりますので、お早めにご連絡いただければと思います。具体的な相談を希望の方は30分の無料オンライン個別相談を LINE から受け付けております。毎月30組以上の方と直接お話をしております。何から考えていいかわからないといったご相談も多くいただいております。面談のための準備も不要ですので、気になることや迷っているポイントがあればお気軽にご相談いただければと思います。ご相談の内容に合わせて最適な物件を即提案することも可能です。その他、公式 LINE では都心マンション購入で絶対押さえておくべき10のことを無料で配布しております。週2回のおすすめ物件配信も行っておりますので、ぜひご利用ください。最近本チャンネルの動画をきっかけに港区周辺のマンションの売却相談を非常に多くの方からいただくようになりました。そこで港区周辺のマンションに特化した売却サービス絆をリリースしました。売却価格に応じて仲介手数料が変動するサービスのため、お客様と私たちが同じ目標価格に向かって売却活動を進めることができます。ご興味をお持ちの方はぜひ概要欄の URL もしくはこちらの QR コードから絆のサービスページをご覧ください。チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。